この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、この絵を見てください。こちらはイラストレーター、イクシーさんの作品です。イクシーさんは Twitter のフォロワー数、現在51万人の大人気イラストレーターで、日本のクリエイター Twitter ランキングではなんと14位。これどのぐらいすごいかっていうと、一つランキング上のクリエイターさんが、なんと蜷川実花さん、そしてもうちょい上に行くと、新海誠さんまでいますね。その凄さがこのランキングからもわかると思います。いや、この人ですね、なんでこんなに人気なのかって、時々絵を眺めてみるんですけど、もうね、見れば見るほど、天才かってね、叫びたくなるほど、すごい絵を描く方なんですよ。もしかしたらね、イクシーさんの絵って非常にシンプルなので、壮大なスケールの背景もないし、塗りもめちゃくちゃあっさりしてるし、どこがそんなにすごいのとかね、思う人もいるかもしれませんが、いや、ですね、そここそが、この人のやばさなんですよ。今回は、そんなイクシーさんの絵の凄さを紐解いていくことで、その魅力がどこにあるのか、人気の秘密は何なのか、そしてその人気の秘密をこっそり僕らに活かせるポイントはないのか、分析、そして解説をしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、絵を描いても描いても、いまいち魅力を伝えきれていない気がする。どうやったら人気の絵師になれるんだろう。そんな疑問を解決して、もしかしてここ自分に転用できるかも。そうか、こういう筋道をたどれば、自分もひょっとしたら人気絵師になれるかもしれない。なんていうね、ヒントをたくさん得ていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それではもう早速結論いっちゃうんですが、イクシーさんのここやばポイント5つ紹介していきたいと思います。ポーズとアングルがやばい。投稿頻度がやばい。シンプルさがやばい。ビジネス感覚がやばい。人への興味がやばいです。それでは早速いってみましょう。ポーズとアングルがやばい。まずですね、僕がイクシーさんの絵を見た時に、ここがやばいなって思うのはポーズです。特に手の使い方。これがね、めちゃくちゃやばい。この2つの絵を見てください。バストアップのミクちゃんとフブキちゃんのイラストなんですが、バストアップのイラストってね、割と単調でつまらない絵になりがちなんですよ。しかもね、このミクちゃんの絵なんて、ど正面から描いてますからね。でもね、イクシーさんの絵って、こういった構図でも、ものすごく見た瞬間にワクワクさせられるんですよね。その理由が、僕はね、この手にあると思います。ポイントはですね、もう顔のすぐ近く、なんならあえて輪郭に被るように手を配置するってことです。イクシーさんって絵を描き始める時に、もう手から描いて、その後で顔を描くってくらい、絵の中で手の優先順位が高いらしいんですが、その理由はですね、おそらく手の演技にあると思います。こちらのイラストもそうですね。バストアップってね、描くのがすごく早く描けるんですが、それだけだとどうしても単調になっちゃう。そこに手の演技を一つ付け加えるだけで、かなり無限に表情を付け加えることができちゃうんですよ。はい、これもです。バストアップだけで今まで6作品ほど表示してきたんですが、どれ一つとして同じ印象の作品ってなかったと思います。でもね、驚くべきことに全部バストアップイラストなんですよ。この2つの作品については、キャラクターを少し斜めにするっていうテクニックも併用して、さらに豊かな表情作りをしていますね。普通だったらね、バストアップだけでこんなに豊かな表情って作りにくいはずなんですが、それをイクシーさんは手の演技だけで実現させている。これがね、まずすごい。それとアングルもですね、ご本人から聞いて、これ僕もそれまで言語化できていなくて、めちゃくちゃ勉強になったポイントだったんですが、イクシーさんキャラクターを描くときに意識しているポイントとして、よく使うカメラ位置を決めているらしいんですよ。例えばこれを見てください。この2枚、今度はさっきよりも少し広いトリミングで、太ももから上のイラストなんですが、なんかですね、別段何の変哲もないような構図なんですけど、イクシーさんの絵って見ているとこうちょっとドキドキさせられてしまうというか、めちゃくちゃ健全な絵なのにもかかわらず、なんとなくセンシティブな香りがするんですよね。それがどこから来るかというと、このカメラ位置です。イクシーさん曰く、こういう構図の絵を描く時のカメラ位置は、意識して腰の位置に置いて、腰の位置から少しキャラクターを見上げるように、キャ
ラクターを撮るらしいんですね。この絵もそうです。なぜ腰の位置のカメラがセンシティブな印象につながるのかというと、単純にね、目の位置がスカートの高さに来るわけなんで、見えそうで見えないみたいなね、そういう理由もあると思うんですが、絵的な観点で言うと、ポイントは三角構図です。下からキャラクターを見上げることで、ほんのりと緩やかな三角構図になりますよね。僕のチャンネルをよく見てくれている人はもう分かったと思うんですが、三角構図は肉感や質量を強調できる構図だと前にお伝えしました。そうなんです。カメラ位置を腰の位置まで下げて、キャラを少しだけ見上げることで、意図的に緩やかな三角構図を作り出し、キャラクターの質量を強調することで、露出度を上げているわけでもないのに、なんとなくエチチな、そういう印象を作り出しているわけなんですよ。しかもね、このアングル、何を参考にしたかっていうと、釣り吉三平の漫画のカットを参考にしたとおっしゃっていましたので、それも面白いですよね。投稿頻度がやばい。でね、イクシーさん、こういう絵作りに関して、ものすごく魅力的な方なんですが、彼を語るのに外しちゃいけないのが、もうね、圧倒的な投稿頻度です。いやもうこれ誰にも真似できないんじゃないかっていうくらい、むちゃくちゃな投稿頻度の高さで、ツイッターに絵を投稿しまくっているんですよ。見てください。こちらは、イクシーさんの2020年8月のツイッター投稿なんですが、バーっと流していきますね。日付の部分に注目しながら見てください。はい、はい、はい、はい。やばくないですか？今ね、ざーっと見てもらいましたけど、気づきましたか？ 8 月は31日間ありますが、その中でイラストが投稿されていなかった日にち、2日と13日と24日と30日の4日間だけなんですよ。投稿した日じゃないですよ。投稿されてなかった日ですからね。それが4日間。しかもね、1日に2回投稿されていた日があったり、投稿されていなかった日でも YouTube 配信はしていたりするので、そう考えるともう毎日投稿したと言ってもいいくらいなんじゃないかと思うんですよね。でね、これ驚くべきことに2020年の8月だけじゃなくて、毎月このぐらいの頻度で絵を投稿しているんです。やばいでしょこの人。僕は常々 Twitter のフォロワー数を伸ばすには、何よりも絵を投稿し続ける継続力が必要だよ。少なくとも1週間に1回は絵をアップし続ける期間を作るのが大事だよっていうお話をしていますよね。こういった継続力はクリエイターにとって必要不可欠な能力の一つだと思うんですが、イクシーさん1週間に1回どころかほぼ毎日絵をアップしてますから、フォロワー51万人超え、日本のツイッタークリエイターランキング14位っていうのも、この投稿数からするともう納得ですよね。イクシーさん話を聞いてみると、その継続力の裏にはある秘密があって、実は以前ピクシブランキングの上位を取り続けていた時期があったんですが、ある時期パタッと絵を描くことに飽きちゃって4年間ぐらい絵を描くのをやめていた時期があったみたいなんですね。その間何をやっていたかっていうと、もうひたすら朝から晩までずっとネットゲームしてたらしいんです。もしかしたらこの時期周りから見たら、イクシーさんせっかくピクシブランキングで上位取れてるのにもったいなくないとか思われていたかもしれませんが、おそらくご本人にとってはこの期間も重要な役割、インプットの期間だったり、あとは充電の期間だったり、そういう意味合いがあったんじゃないのかなって僕は想像するんです。興味を失ってしまったらダラダラと続けていくのではなくて、スパッと切り替えて別のことをやっちゃう。並外れた継続力の裏には、もしかしたらこういう思い切った割り切り能力の存在もあるかもしれませんね。シンプルさがやばい。でね、イクシーさんを知らなかった方でも、ここまで数枚イラストを見てきて気づいたと思うんです。イクシーさんのイラストって他のイラストレーターさんに比べるとめちゃくちゃシンプルじゃないって。そうなんです。さっきのポイントで挙げた並外れた投稿頻度と継続力を支えるもう一つのポイントが絵のシンプルさだと思うんです。ここでイクシーさんのイラスト、ちょっと要素ごとに分解してみましょうか。まず、線画ですね。線はところどころかすれるような質感があるものの、線の太さはほぼ一定で描かれているとてもシンプルな線です。ちなみにね、クリスタのシゲペンっていうペンを使っているらしいです。で、塗りなんですが、これまたシンプルで、基本の固有色、そしてそこに1影が乗っている。そして髪の毛に関しては、1箇所ハイライトが乗っていて、目の中だけには少し細かいハイライトと反射光が入っていて、で、ほっぺたに気持ち赤みがプラスされている感じ。以上。
いやいやいや。やばくない？これだけよ。これね、アニメだったらあり得ると思うんですけど、イラストとしてはもう極限すぎるぐらい極限まで削ぎ落とした形ですからね。普通はね、もうグラデーションとか質感とか、間を持たせるためにたくさん入れたくなっちゃうんですが、イクシーさん、そういう処理、ほぼ入れてません。場所によってはね、例えば髪の毛の影の部分とかは、上の方が少し暗くて、下の方に行くと少し明るい赤になっていたり、微妙にね、グラデーション入れてはいるんですけど、入れるにしても隠し味程度、要素に分解するともうこれだけなんです。極めてシンプル。皆さんどう思いました？これ正直、いやここまでシンプルにすると人と差別化できなくない？とか、いや今のままでも十分いいんだけどさ、グラデーションとか質感とか、あと背景とかつけたらもっといい絵にできるんじゃないの？これじゃあ他のイラストレーターさんに見劣りしちゃわない？とか思いませんでした？それ、完全に間違ってますよ。どういうことか。もちろんね、この絵を塗り重ねていったり、背景を付け加えていったりしたら、すごくね、リッチな見た目にはなると思うんです。でも僕が思うに、イクシーさん、それ、あえてやってません。それをやらないことで、実は他のイラストレーターさんと圧倒的に差別化ができているんです。差別化のポイントは主に3つあると思います。1つはコスト意識ですね。手数を増やしていくと、どうしても1枚に対する時間的コストがかかります。イクシーさんは1枚の絵を上げるのにだいたい 3,4 時間ぐらいと言ってますから、普通のイラストレーターさんよりもかなり短いんですよ。普通イラストレーターさんって1枚の絵を仕上げるまでの時間、平均して6時間以上かかる人がほとんどだと思うので、まずここで他のイラストレーターさんと大きな差別化ができています。で、2つ目は明確化です。イクシーさんの売りは一言で言うと、さっきも解説したキャラクターの魅力的な表情だと思います。そこに視線を集中させたいので、あえて他の部分は切り落として売りになっている部分だけを見せたい。そこを明確化することで、これまた大きな差別化を図っています。そして3つ目は親しみやすさ。皆さんものすごく重厚で壮大な厚塗りの絵を見たとき、うおーすげーってね、感動すると思うんですけど、同時に威圧感というか、触れてはいけないもののような厳格さも同時に感じると思うんですね。でもそれとは対照的にイクシーさんの絵って線もシンプル、塗りもシンプルだからですね、こう言ったら失礼かもしれませんが、俺にでも描けるかもってね、思わせてくれるぐらいの、そういう親しみやすさがあるじゃないですか。実際に描けるかどうかは別ですよ。ですが、それが証拠に、イクシーさんの絵って広く影響を与えていて、イクシーさんの絵を参考にイラストを描いているっていう人も多いと思うんですね。こういう真似しやすさって、いわゆるすごい絵の人にはあまりない特徴だと思うので、これもね、大きな差別化につながっていると思います。どうでしょう？イラストって一見手数を増やせば増やすほど魅力的になると思われがちですが、イクシーさんは真逆。自分の売りがどこにあるのかを徹底的に分析して、そしてそれ以外の部分を徹底的に削ぎ落として、極限まで減らした仕事でお客様にポンお出しする。もうね、イクシーさんの絵を見ていると、イクシーさんの絵ってもうお寿司みたいだなってすごく思うんですね。へい、イクシー寿司お待ち、パクうまみたいなね、そういう感じじゃないですか、イクシーさんの絵って。もう最高ですよね。ビジネス感覚がやばい。さらに、イクシーさんの絵を見ていると、こういうことにも気づかされます。ツイッターに投稿している絵、めちゃくちゃ二次創作が多い。そうなんです。イクシーさんは、特にツイッターに投稿している絵に関しては、もうほぼ二次創作の絵しか投稿しないと言っても過言ではありません。これもしかしたらね、見ている人の中で、絵で食べていこうと思っている人は謎に思うかもしれません。この人、二次創作の趣味絵ばっかりやってて食べていけてるのって。いや、ですね、はっきり言っていいですか？この人、めちゃくちゃ稼いでますからね。いや、別に二次創作で稼いでいるっていうわけじゃないと思います。イクシーさんのすごいところは、絵もそうなんですが、一言で言うと、ビジネス感覚の鋭さです。イクシーさんは、集客とマネタイズを完全に意識して切り分けしているんですね。どういうことかというと、いつも毎日のように投稿している二次創作。これは完全に集客の役割を担っています。みんなが興味があるネタやキャラクターを描くことによって、この人のイラストすごくいいなって思
思ってもらってフォロワーの獲得につなげています。で、イクシーさんのすごいところはここで終わらないことです。フォロワーを獲得、つまり集客をしたら自らオリジナルで作って販売しているゲームを時々紹介しています。実は僕こういうゲームも作ってるんですよ。で、自分の商品をおすすめしているんですね。そうすると51万人のうち何%かはイクシーさんのゲームだったらやってみたいでね、そのゲームを買ってくれるじゃないですか。仮にですよ、あんまりね正確な数字を教えてもらっているわけではないですが、販売サイトにね普通に数字が公開されているので、ざっくりした計算をこっそりやっちゃうと、イクシーさんが販売しているゲーム前作が通常価格1430円です。でね、累計販売部数が2万本超えてますから、1430円 ×2 万本なので、このゲームだけの売り上げでもなんと2860万円。そこからね 30% の販売手数料を取られたり、あとはねセールをやっている期間とかもあるみたいなので、単純にねこの金額が丸々入ってくるかというとそうではないですし、ゲームなので制作費を外注に出すとするとかなりかかっていると思うんですが、いやそれにしてもすごくないですか？めちゃくちゃ夢ありますよね。このようにきちんと集客したお客さんに対してクロージングまで持っていくっていう、ここまでしっかりとマネタイズを設計できているイラストレーターさんってかなり少ないと思います。ここがね実はイクシーさんの他に比べて圧倒的に強いポイントだと僕は思います。そういえばねイクシーさん、俺ネットゲームやってても大体お金持ちになっちゃうんですよ。そういうの分かっちゃうんだよマジでって言ってたので、めちゃくちゃね得意分野なんだと思います。いやー、ものすごく勉強になりますよね。人への興味がやばいでね、ここまで聞いてきて、もしかしたらですね、皆さんの中でこう思った人もいるかもしれません。なんか、イクシーさんすごいのは分かったけど、徹底的に削ぎ落として効率的にしていったり、ビジネスとして完全に計算し尽くしていたりして、なんか完璧すぎてちょっと怖いって。いや、僕もですね、もしかしたら Twitter だけのイクシーさんを見ていたら、マシーンのようなイクシーさんを想像していたかもしれませんが、実際に彼の話を聞いてみると、めちゃくちゃ人間味があって、楽しくて素敵な方なんですよ。中でも僕がすごいって思うのは人への興味です。例えばね、この前話していた時の出来事です。斉藤さん、なんか最近読んだ本の中で面白い本ってありました？でね、本の話題が出たんですよ。でね、僕何気なくだったんですけど、そうですね、コンビニ人間っていう村田沙耶香さんの本がすごく面白かったですよって答えたんですよ。そしたらね、もう2日後ぐらいですよ。いやー、斉藤さん、コンビニ人間めちゃくちゃ面白かったですよ。特にこのラストの表現、もうね、鳥肌立ちました。とかってね、もう間髪入れずに僕のおすすめ本読んで、そして結構ディープな感想をくれるっていう。いや、皆さん想像してみてください。もうね、そんなこと言われたら、この人、僕のおすすめ本すぐ読んでくれたってね、一発で好きになっちゃいません？これね、自分に置き換えて考えてみたら、なかなかできることじゃないと思うんですよね。いや、読みたいけど、今はちょっと忙しいから、後で読もうかな、とかってね、普通はそこで止まっちゃうと思うんですが、イクシーさん、見てるとですね、そういうこと自然とやってる人なんですよね。で、その原動力が何かというと、この人ってどういう人なんだろう、もっとこの人のこと知りたいっていうね、人への興味だと思うんです。僕はね、正直、イクシーさんってもっとこうマシーンのような人なのかなっていう風に想像していたので、こういうねギャップの部分に触れてますます好きになりましたし、それと同時にクリエイターとして一番大事なことを今まさに教えてもらってるなってね、すごくハッとさせられたんです。イクシーさんとても素晴らしいクリエイターさんですので、今まで知らなかったよっていう方は動画の概要欄に Twitter の URL を貼っておきましたので、そこからぜひぜひチェックしてみてくださいね。このチャンネルではたまにこんな感じで僕がリスペクトするクリエイターさんの紹介もさせていただいております。例えばこちら、絵の上達を早める模写のコツ伝授します。これは僕が大好きなイラストレーター作者2さんの絵を模写しながら、その絵の凄さについて分析をしていった動画です。特にね、構図作りにおいてはかなり驚愕なポイントが含まれていて、度肝を抜かれた内容になっていましたので、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。そして皆さんに有益な情報を忘れずお伝えするために、ベル通知オンの設定もぜひぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。